おお、びっくりした。行ってみましょう。よいしょ。5% もあるな。はい、こんにちは、テリーです。こちらのチャンネルでは千葉の秘境をドローンを使って探検してます。はい、で今回向かっているところは木更津市黒戸という場所にあるバーンズ干潟になります。ここはですね、正式名称を八幡製鉄工業用水浸透実験池と呼ぶんですけど、空から見ると魚の目みたいに見えることから木更津フィッシュアイとも呼ばれてるみたいですね。でなぜこんな形のものができたのか簡単に説明すると、まず東京湾にね、内陸から小櫃川の川の水が流れ続けた結果、その河口に、溜まった土砂がね、長い年月をかけて湿地帯を作り出したと。そこに、製鉄所さんが、鉄の冷却用水の、真水をね溜めておく池を作ったんですけれども、それが時代の流れでね使われなくなったと、そんな感じの歴史になります。そしてね、東京湾って海なんで海水じゃないですか。海水って基本的に植物が育たないことはご存知の方も多いと思います。でもね、ここは特殊な環境でGoogle マップで見ても分かるんですけれども、ここだけ緑がね青々としてるんですよ。その結果ここはまさに野鳥などの、動植物の天国になっているということで、これはね一度見ておきたいと思ったわけなんです。というわけでね、一体どんな景色を見せてくれるんでしょうか。早速行ってみましょう。そしてね、ドローンオペレーターの僕としてはなかなか近づけないであろうこの目の形に見えるね浸透実験池、これをね説明するのに離れた場所からドローンで撮影できないか管理者の方にね相談してみたんですよ。そしたらですね、結論から言うとドローン撮影はお断りさせてくださいということでした。その理由としてはね、野鳥を驚かせたり、あと墜落させた場合の水質の悪化とかね、せっかく大事に守ってきた干潟をね壊されたくないと。しかもね、僕に許可をOK して飛ばしたってなった場合に、無断で飛ばす方がね増えるのはもっと困るということでした。いや、もうおっしゃる通りなんでね、今回ばっかりはもう仕方ないですね。はい、で右側に見えているのがホテル三日月さん、竜宮城とも呼ばれてますね。確かねここからめちゃめちゃ近いんですよ。もう Google マップにね魚の顔みたいなのが出てきたので、もうすぐ近くですね。これですね、これ出入り口につき駐車お断りって書いてるな。ちょっと電話して聞いてみるか。すいません、ちょっとお尋ねしたいんですが、はい、事情は分かりました。すいません、どうもありがとうございました。失礼します。市の方にちょっと電話で確認をしてみたんですけれども、ここの土地は国が一応所有をしていると。この鍵は持ってるので、中にどうしても入りたいんであれば鍵で開けることはできますということでした。自己責任で入りましょうというニュアンスなんだと思います。そんな感じでね、ちょっと中見させてもらいたいと思います。ではね、ちょっとかなり離れたところにバイク止めさせてもらって、さらに長靴も履いたのでお邪魔していきたいと思います。めちゃくちゃ広いんだなここは。でも人が常に歩いているこの踏み跡になってますね。ここは航空機が上空を飛ぶルートになってるんで、常に飛行機が飛んでますね。あとさっきはねオスプレイも見ましたし、ちっちゃい生き物がガサガサ歩いてる音がするんだよね。おお、あったか。おお、びっくりした。
これが2番の中洲ってなってますね。おお、すげえ。うわカニがいっぱいで、自衛隊はあの辺りになりますね。なんかもう使われなくなってる船とかもありますね。多分ここら辺を歩くとカニを踏んづけちゃいそうなんで、やめときましょう。じゃあちょっと奥に進みましょうか。なんか仮払いをした感じの跡があるので、ここ管理されてる方がいらっしゃるということですね。観察路っていうのが、おお、本当ここあれですね、虫嫌いな人はちょっと厳しいかもしれないですね。本当ね、ずーっとねバッタがどんどん飛んでいくね。出てきたこのコンクリートの建物、揚水ポンプ場跡となってますね。水を汲み上げるポンプの設備ということですね。ここまで入れるようになってる。これ上がっていいんだよね、多分。行ってみましょう。よいしょ。よっこいしょ。結構大きいですね、これ。40メーターぐらいありますね。正面に直径でいくと100メーターぐらいの円っぽい感じで森が見えるんですけど、多分あそこの中が浸透実験池になるんでしょうね。いや、あれ見たかったな、ドローンで。で、奥に見えるのが、ホテル三日月ですね。オスプレイが3機自衛隊に向けて、飛行しております。もうちょっと探検してみましょう。ちょっと緑色っぽいカニですね。こんにちは。なんていうカニだろう。このカニは、足原ガニっていうカニですね。河口干潟で3年前に撮られた写真が出てきました。サギですね。多分ここに3つ木が見えるんですけど、その右側ぐらいからずっと行けるっぽいんですよ。はい、ちょっと途中まで入ってきましたけど無理ですね、これ。ちょっといけません、これじゃ。やばい、トラップみたいに絡みつく。諦めましょう。すごいな。浸透実験池はやっぱ右側にあるみたいですね。わかんないけど。すごい、なんか干潟にうごめいてますよ、カニとかが。サギが10羽ぐらい見えますね。はい、こんな感じのエリアでしたね。ここに川蝉池っていう池があるんですよ。で、本来向こうに、その浸透池、そっちを見たかったんですけど、一応ここがどのぐらいのちょっと塩分濃度があるのかっていうのを見てみましょうか。といってもね、舐めるのはちょっとあれなんで、メダカみたいな魚と足原ガニとなんかいろいろいますね。あれ 1.6% もあるな。海水って 3.4% ぐらいの塩分濃度で、っていうことはメダカみたいな生き物はメダカじゃないですね。いやー、でもちょっとね、ここは不思議な生態系が育まれてるんじゃないでしょうか。はい、という感じでね、木更津の万津干潟いかがでしたでしょうか。残念ながらね、浸透池の近くまではちょっと行くことができなかったんですけど、3センチからね5センチぐらいの足原ガニ、あとはねメダカみたいな魚とか、シラサギ、あと干潟まで出ると、おそらく何千匹ものね小さいカニとか、いろんなね生き物が暮らしているのを確認することができました。で、ここはね常に自衛隊のヘリが飛んでいるエリアなので、周辺からもねちょっとドローン飛ばす気にはならなかったんですけれども、個人的にはね貴重な生態系のエリアとして見ることができてよかったです。
はい、そんな感じですが、現場からは以上になります。参考になったよって方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、来週はね、僕の以前の動画でそこそこ再生された伊予ヶ岳って山と同じぐらい危険な場所をね見つけてしまったので、そこを探検しに行きたいと思います。お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。